皆さんはテトをご存知ですか？テトとはベトナムの旧正月のことを指します。皆さん楽しそうですね。こちらに映る方々は実は現在群馬県内の企業で活躍している外国人材の方々とそのご家族なんです。彼らが働くのは群馬県甘楽町にある株式会社柴田合成。プラスチックの成形や金型製造を行う製造業の会社です。令和5年7月時点で社員121人が勤務、そのうち30人がベトナム出身の外国人材です。令和5年度に群馬県多文化共創カンパニーに認証されました。群馬県多文化共創カンパニー認証制度は多文化共生・共創社会の実現に向け、令和3年度に創設した制度です。外国人材を雇用し、彼らを仲間として迎え入れ、共に活力を作り出している事業者を認証しています。令和4年度までに8事業者を認証し、令和5年度は新たに3事業者を認証しました。こちらは柴田合成の工場内部の様子です。ここではプラスチック成形品の製造作業が自動で行われています。この自動化整備、実はベトナム人社員の方が主体となって進められたそうです。自動化設備製造チームの中心の一人、ホアンさん。ホアンさんは在留資格、技術、人文知識、国際業務、通称擬人国の外国人材で、2023年10月に成形部の係長に就任し、現在では社内の多文化共創担当も担っています。自動化についてすごく大変だったんですね。科学の方は毎日進歩しているんですから、毎日勉強しないといけないですから、柴田合成の中に日本人とベトナム人はコミュニケーションするときに足らないことが私が伝えることです。ホアンさんは日本人社員とベトナム人社員の架け橋として社内のコミュニケーションを支えているそうです。こちらは特定技能の外国人材、ビンさんです。ビンさんは現在入社4年目で成形機のオペレーターを担当しています。柴田合成で活躍するホアンさんとビンさんに日本に来たきっかけや日本での生活について伺いました。私が大学を卒業した後にベトナムでの日系企業で働く機会があって、日本の企業の労働環境を触れ感銘を受けました。柴田合成で私の専門分野にあって応募して就職できました。友達が柴田合成を紹介していただきました。で、私もインターネットで調べて柴田合成いい会社と思っていますから私は選びました。お仕事終わって妻とベトナム料理、最後は日本語を勉強します。週末の方は家の近くに私が借りた畑があって、そこで野菜を植えて収穫したり、お休みの日は日本語を勉強して、後でベトナム人メンバーとサッカーをしています。ベトナムではサッカーがとても人気で、柴田合成ではベトナム人社員のみで構成されたサッカーチームまであるそうです。それではお二人から見た柴田合成の良いところはどこでしょうか？入社してから何か問題があって、いつも日本人からよく熱心で教えてもらいましたから、いつも温かい気持ちもらえます。生活中でアーバットとか家具とか日本の生活になれるように応援していただきます。体調不良など利用者手続きがあるとき、いろいろサポートしてくれました。外国人材の方々の生活から支援する柴田合成、その取り組みについて採用を担当されている総務部課長の堀内千早さんにより詳しいお話を伺いました。外国人の社員がですね、突然体調が悪くなってしまったとか、ビザの更新、配偶者を呼び寄せたいなど、規定外のさまざまな悩みとかっていうのをサポートするパッケージになっております。予約の仕方とかも最初は分からなかったりするので、そういったサポートとかも行っております。せっかくこの甘楽町に住んでいるので、甘楽町の名所、それから名物
そして行事に参加してもらいたいなっていう思いがあるのと、イベントの際には甘楽町の方から紹介がございまして、そして参加者を募って参加させてもらっております。市町村が開催する外国人住民向けイベントも活用しながら、外国人材への手厚い生活支援を行っているようです。オートメーション化についてはですね、ほぼマンツーマンみたいな形で支援をして、そしてオートメーション化の力に大きく寄与しております。金型設計のプログラムとかっていうものを作っている社員とかっていうのも、先輩社員からマンツーマンで指導を受けて行っております。その他 LINE の作業についてはですね、ベトナム人社員が分かりやすいように写真やそれからベトナム語、そういったものを踏まえた作業手順書を作成して、誰にでも分かるような形で作業に行ってもらっています。外国人社員が日本語を勉強する機会としますと、来日前にですね、6ヶ月の研修を受けて日本に来ております。やはりコミュニケーションと果たしてうまくやっていけるのかなという心配はありました。実際に弊社に来てもらったベトナム人社員は非常に勉強熱心で、日本語の習得の方もすぐに習得してもらって、心配していたコミュニケーションについては全く問題がありませんでした。日本に来て熱心に勉強して、そういった姿を見て我々も自己啓発に励まなければなっていう、そんな思いに全員がなっております。堀内さんに外国人材を採用する上で大切にしていることを伺いました。以前はベトナムに足を運んで実家などを訪問させてもらって、今ではオンラインで面接を行って、こちらの様子などを家族さんに伝えたりして、向こうにいる両親と来てもらう方に安心してもらうっていうことで、そんな採用活動を行っております。外国人材との競争を続ける堀内さんから、県内事業者の皆さん、そして群馬県に興味を持つ外国人材の方にメッセージをいただきました。今日本は若者が少なくなってしまっていて、非常に困っているという意識を強く持ってですね、じゃあどういうふうにしたら日本に来てもらって安心して生活してもらえて、やりがいのある仕事をやってもらえるかっていうのを目線合わせをしながらやっていくことが肝要なのかなっていうふうに思います。群馬県は大変自然に恵まれておりまして、また災害も少ない土地になっております。安心して暮らす、働く場所には最適の場所になっております。弊社には皆さんの仲間となる人材が今も在籍しておりますので、ぜひ一緒に働けたらと思いますので、よろしくお願いいたします。最後にホアンさんとビンさんから群馬県に興味がある外国人材の方に群馬の良さを紹介していただきました。私はインターネットで調べて、例えばね、温泉好きですから私、選びました。群馬県は自然海外が少ない県ですからご安心してください。あとは群馬県に温暖気候ですから、降雪もほとんどないですね。冬に旅行も便利ですから、ぜひ群馬県に来てください。最後の方は外国人にとしても日本語を勉強してください。柴田合成では外国人材が日本で安心して生活できるように、日常生活から彼らを支える環境を整えていました。柴田合成をはじめ多文化共創カンパニー認証事業者の取り組みを皆さんもぜひ参考にしてください。